皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、時は3月末の1日です。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ったところです。今回の撮影を行ったのは昼下がりの時間帯でして、その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で10度ほどでした。撮影した時の天気は晴れていました。巣門付近で蜂の出入りの様子を観察していると、外から帰ってくる蜂の中に足の花粉かごに白い花粉団子をつけた個体がいます。しかしそれとともに淡い黄色の花粉団子をつけた個体が混じるようになってきました。白い花粉団子をつけた蜂は前々回の2週間前の撮影の時からずっと見かけてきましたが、淡い黄色の花粉団子をつけた蜂を見るのは今回が今年になって初めてです。白い花粉団子はフキノトウに由来するものです。それに対して淡い黄色い花粉団子は柳に由来するものでしょう。どうやら自然界では柳の開花がすでに始まっているようです。巣箱の中では女王蜂による産卵とまた育児が順調に進んでいるようです。1週間前の時点ではまだ有害胞児がいなかった群でも、今回は有害胞児が見られるようになりました。この場面はおそらく新しく羽化した働き蜂が巣箱の位置を覚えるために行っている見習い飛行、つまり定位飛行とか時騒ぎと言われているものでしょう。働き蜂は成虫になってから3週間ほどは内勤胞として巣の中で育児や巣作りなどを行っています。しかし時々こうやって外に出てきて巣箱の位置を覚えるための飛行を行っているようです。こういうものが見られるということは、新生の働き蜂が続々と出てきているということを意味しています。さて、養蜂場と関わるニュースは今回はこの程度なんですけれども、目を世間に転じてみると、皆様もご存知のように世界情勢が緊迫の度を増しています。そこで今回は、こうした世界情勢と養蜂の関係について少し考えてみたいと思います。どうぞ最後までゆっくりとお付き合いください。現在中東で起こっていることの日本に及ぼす差し迫った影響は、石油が輸入できなくなる恐れがあるということは皆様もご存知かと思います。幸いにも日本には国際的に見ても多くの石油の備蓄があるということですので、政府は当面はそれを放出しながら国内で必要な石油流通量を切らさないようにしようと配慮しているようです。しかし備蓄はもちろん有限ですから早晩尽きることになります。事態がこのまま続けば数ヶ月も経てば恐ろしいことですが、石油がなくなることが現実味を帯びてくることになるわけです。石油がなくなるとその影響が多方面に及ぶことは言うまでもありません。燃料としての石油だけではなくて、プラスチックや合成繊維などの原料もなくなるのですから、現在の私たちの生活は根底から揺さぶられることになります。そしてそうなった場合に起こるであろういくつかある困ったことの一つに、国内の食料生産がおぼつかなくなるという点があります。なぜならば現代の農業生産はその高い生産性を支えるために石油資源に大きく依存しているからです。まず農業機械の存在が挙げられます。トラクターやコンバイン、灌漑用ポンプなどの多くはディーゼルエンジンによって稼働しています。政府が過去数十年にわたって奨励してきた大規模農業ほど燃料の消費量は大きくなります。次に化学肥料の製造にも石油や天然ガスが不可欠です。特に窒素肥料はハーバーボッシュ法と呼ばれる化学プロセスによって生産されますが、この過程では
大量のエネルギーが必要であって、その多くが化石燃料によって賄われています。さらに農薬や除草剤といった農業資材の多くも石油化学製品です。農薬や除草剤は害虫や雑草の管理を容易にして収量の安定化に大きく寄与していますが、その原料や製造過程で石油が使用されている点は見逃せません。加えて農産物の流通過程でも石油は重要な役割を果たしています。収穫された作物はトラックや船舶によって国内のあちこちに輸送されますし、冷蔵や冷凍保存にもエネルギーが必要です。このように現代農業は非常にエネルギー集約型の産業となっています。その結果、石油価格の変動が農業コストや食料価格に直接的な影響を与えます。ましてや石油がなくなるというようなことになると、農業生産はとても困ったことになるということは必至です。ところで今、日本の食料自給率が非常に低いということはご存知でしょうか。食料自給率にはいくつかの指標がありますけれども、通常使われることの多いカロリーベース自給率で見ると、日本は 38% しかありません。つまり国内需要に農業生産が全く対応していないということなのです。どうしてこんなに生産水準が低いのか、その背景に何があるのかということについては別の動画でお話ししたことがありますし、関連する書籍の出版に携わったこともありますので、ここではこの点には深入りしません。動画には画面右上のカードから飛べるようにしておきます。また書籍は画面左下にアフィリエイトを貼っておきます。ともかくこの不十分な農業生産量に石油不足はさらに追い打ちをかける可能性があります。日本国内の農業生産の縮小自体ももちろん困ったことなんですけれども、さらに困ることは同様の農業生産の縮小が世界中で起こるということです。日本の食料自給率が 38% ということは、外国から輸入している割合が6割以上あるということです。主な輸入先は品目によって異なりますが、穀物はアメリカ、カナダ、ブラジル、肉類はアメリカ、オーストラリアやブラジル、野菜は中国や東南アジアといったところです。そして石油がなくなるときに農業生産に起こる問題は国によって状況は違いますけれども、大体傾向は同じです。そしてそれぞれの国は当然自国民に食べさせることを優先させますから、外国から日本への食料の安定供給が今後順調に行われる保証はどこにもありません。そして仮に輸入が行われるとしても、生産地が日本国内よりも遠い分、輸送コスト上昇の直撃を受けやすくなって安定供給が妨げられる可能性が高いと言えるでしょう。そこで今後求められる重要な視点は、国内の資源を使ってできるだけ食料生産を高めるということだと思います。そこでは私、養蜂が注目されて良いと思っています。もちろん現代の養蜂でも石油が使われる場面が多々あります。天地養蜂では花の開花に合わせて蜂群を各地に移動させる際にトラックなどで運ぶためにガソリンや軽油を消費します。また花が少ない時期には蜂に砂糖水を与えますが、砂糖の製造輸送に石油エネルギーが関与しています。木箱の巣箱でも加工と輸送に燃料が必要です。蜂蜜の加温と瓶詰め、輸送、販売流通で燃料を消費します。また蜜蜂に大きな被害を与える蜜蜂ヘギータダニ対策の駆除剤の製造にも石油製品が関わっています。養蜂はこのように近代的な農業と同様に石油資源に依存している面が確かにありますが、しかし他方では
他の多くの農業分野と比べて石油への依存度は養蜂業は相対的に低くて環境負荷の小さいエコな産業であるとも言えます。その理由は養蜂の生産構造が自然の営みに大きく依存している点にあります。第一に養蜂の最大の特徴はミツバチ自身が花から蜜や花粉を集めることで生産が成り立つ点です。稲作や畑作のようにトラクターや化学肥料、大規模な灌漑設備を必要とせず、人間が投入するエネルギーは比較的少ないです。ミツバチは太陽エネルギーによって育つ植物資源を直接利用するために化石燃料を介さない自然環境の中で生産が行われているわけです。第2に、土地利用の面でも環境負荷が養蜂は小さいです。養蜂では広大な農地を開墾する必要がなくて、既存の森林や装置、果樹園などを活用できます。このため森林破壊や土壌劣化といった問題を引き起こしにくいです。またミツバチは花粉媒介を通じて植物の繁殖を助け、生態系の維持にも貢献します。つまり養蜂は単なる生産活動にとどまらないで、自然環境の保全にも寄与するという側面を持っています。第3に、近年では地域内での小規模な養蜂や移動距離を減らした低飼養蜂の経営も増えていて、化石燃料の使用削減が進んでいます。もちろん養蜂の移動や製品の流通などで石油が使われる場面は存在します。しかしそれは現代社会の多くの産業に共通する要素であって、養蜂特有の問題ではありません。むしろ外部から大量の資源投入を必要とする他の農業生産と比較すれば、養蜂は自然エネルギーへの依存度が高くて持続可能性に優れた産業と言えると思います。このように養蜂は自然の力を最大限に活用しながら成り立つ点で、石油資源への依存度が比較的少ないエコな産業であると言えると思います。これから脱石油の食料生産が求められる中で、その価値はますます高まっていくだろうと思います。はい、今回はここで失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお、登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いするときまでごきげんよう。さようなら。